どうもこんにちは、川口の健です。 MTO についてお知らせしたいと思います。といっても結構まだ準備段階なんで、正式というよりはちょっと早めに今決まっている情報だけお伝えしておこうという感じです。MTO の開発が進んでまして、ここに靴があるんですけど、これ MTO のサンプルですね。展示会11月半ばには行う予定なんですけど、早めにどういったモデルがあるかとか、どういった値段なのかとかね、お知らせしといた方がいいだろうなと思ったので、この動画を撮ってます。実際物ができてきているので、これ見ていただいた方が早いと思います。解説していきます。これが今制作中の MTO サンプルですね。今ここに5型あります。 MTO のモデルとしては8型選べるようにしたいと思ってます。モデルが8種類ですね。この他に3個は今手元にないので、今回この動画では5個紹介していきます。こっち革がかかっちゃってるんで印象分かりにくいんですけど、まずこれはエプロンダービー U チップのモデルです。このサンプルは革はイノシシ革のナチュラル色を使ってます。デザイン的にはこんな感じで、ここが手縫いのつまみモカになってて、外羽でちょっとここに羽の切り返しがあるようなデザインです。今回 MTO は結構ベーシッククラシックなデザインばかりで揃えてます。今後展開次第ではいろいろもっとねちょっと変わったのも増やしていけるかもしれないんですけど、まずは定番モデルから攻めていこうということです。こちらこんな感じのエプロンダービー、こちらがフルブローグです。本当にスタンダードなフルブローグで、つま先にメダリオンで全体的に親子穴のパーフォレーションが入ってます。これ今革はイルチアのボックスカーフを使ってます。これは外羽のパンチドキャップ等のモデルで、僕が自分用に以前球磨川で作ったモデルとほとんど同じですね。ちょっと大きめのパンチドキャップ等に大きめのハトメアをつけて、少し武骨なカジュアルな感じを押し出しているモデルです。これ革は今黒のイノシシ革を使っています。こちらのモデルは3アイレットのプレーントで、以前ナンバーズコレクションで制作したナンバー6の靴とよく似てます。少し丸みを帯びたプレーントで、なんていうかモードらしさと可愛らしさがありますね。これ今革はイルチアのボックスカーフを使っています。シンプルヒール、こちらもこのデザインでよく作ってるんですけど、ボールカットダービーといって、革が1枚羽の部分だけ別パーツになっている外羽の靴です。これ今革はホーインのコードバン使ってます。めちゃめちゃ綺麗です。コードバンが一番生きるっていうのはこういったプレーントで革が大面積で使えるものだと思うので、このサンプルはコードバンで作ってみました。これらの靴、仕様がハンドソンウェルテッド製法のくぶ仕立てで、出し縫いが、機械ですね。釣り込み、すくい縫い、中物までこの工房でやって、その出し縫い工を外部の工房にお願いするという形をとります。で、金額が税込み18万7,000円からということで、モデルごとに若干違います。フルブローグ、外羽パンチドキャップ、3アイレットプレーントが18万7,000円。このエプロンダービーとホールカットダービーが5,000円アップしまして19万2,500円という感じです。で、こちらシューツリー抜きの金額で約2万円から3万円のシューツリーになる予定です。で、結構ね高いなと思われた方もいらっしゃると思うんですけど、その金額になるだけしっかり作り込んでいます。まず、先ほども言ったんですけど、釣り込みを手でやっているということですね。この木型結構抑揚が激しくて、履き心地がいいものを、そしてかっこいいものを作るために木型を作ったら、かなり靴作りとしては作りにくい木型になったんですね。その木型の形っていうのはすごく大事なので、それをしっかり出すために手で釣り込んでます。っていうのと、すくい縫いまで手でやることですね。すくい縫いっていうのはこのウェルト、ハンドソンウェルテッド製法っていう、その名の通り、このウェルトを手縫いするっていうやり方なんですけど、これ何がいいかっていうと、グッドイヤーウェルト製法と比べて靴全体の雰囲気がすごくメリハリが出てかっこよく仕上がるっていうことと、最初からグッドイヤーウェルトデザインに比べて最初から柔らかく履き心地のよく仕上がる
っていうところがあります。で他にもいろんなこだわりありまして、この MTO の制作を主に担当するのは吉健です。なのでちょっと吉健にその辺解説してもらいたいと思います。どうもこんにちは。 MTO の制作を担当する吉健です。今回は MTO の靴のこだわりをご紹介したいと思います。まずは中底ですね。中底はビスポークと同じしっかりとした革を使っております。この機種の特徴っていうのが立体的な測定の形をしているということですね。まずこの横アーチっていうところですね。足でいうここの部分、基本足はこことここに荷重が乗るんですけど、ここをグッと押し上げてあげることで横アーチの低下を防ぎ荷重が分散されます。それにより足が疲れにくくなる効果があるので、こういう横アーチを成形靴とか使えることが多いんですけど、キッシュの方でも履き心地を追求するためにこういった形になっております。あとは内側縦アーチサポートっていうものもこの木型にはついておりまして、しっかりと足の最強突起っていうのはここですね。この小骨っていうかかとの骨があるんですけど、そこにこういう突起があります。これは虚骨をこう押さえるためにあるんですけど、これがすっごく大事で、ここの最強突起のポイントをしっかりグッと押し上げてあげることでアーチの低下を防いでくれる、そういったすごく大事なポイントなんですけど、なのでそこをポイントをしっかりグッと押し上げている木型になっておりますので、履いた時に今まで履いたことのないような履き心地を体感することができると思います。でこの立体的な木型の底面にしっかりと中底を沿わせるために手でしっかり引きながら釘で留めています。最初は釘だけでやっていたんですけど、それだとどうしてもこの癖の強い木型に中底を沿わせることができなかったので、最近はしっかりと指で引きながらやって、この木型の底面を 100% インソールに反映させれるように作っております。次に芯材のご説明ですね。まずこのかかと芯、ケンさんの動画でもよく出てると思うんですけど、ロングカウンターを採用してまして、靴のかかと部分、高速部をこう広い範囲で覆えるようになっています。なので足になった時にはかなり広い範囲になっているので、虚骨下関節っていう足のコントロールポイントみたいなように習ったんですけど、そこをしっかりと正しい位置で保持してあげることで靴の型崩れの防止だけでなくて、足をしっかりと正しいアライメントで収めてくれる。アライメントっていうのは正しい位置関係みたいな、あるべき位置関係にしっかりと足を収めてくれるような役割をロングカウンター狙っています。で先芯ですね。つま先の部分にこうやって覆いかぶさる芯材なんですけど、既製靴だと多くは溶剤芯とかを使われているところが多いと思うんですが、溶剤芯っていうのは化学繊維でできている芯材で溶剤につけて釣り込んでいくやつなんですけども、機種では革の芯材を採用しています。ビスポークと同様にすごく手間をかけて MTO は先芯を加工しております。革の先芯を使うことによってより立体的な造形、メリハリをつけることができるので、一足ずつ丁寧に成形しております。次にこだわりの中物製作についての紹介なんですけども、中物っていうのはこれまだすくい縫いしてないんですけど、すくい縫いがしてベルトがついた状態で段差が生まれるので、ここをコルクや革とかで埋めていく作業です。中物は高速部の埋めと前速部の埋めの大まかに2つの工程に分かれます。でまず高速部の埋めでは、機種の MTO では鉄のシャンク、そしてその上にベンズのレザーのシャンクをかぶせて高速部をしっかりと補強しております。次に前速部の埋めではコルクをこのように詰めて形を出しております。でこの中物加工なんですけども、ただ素材を埋めているわけではなくて、すごくこだわってます。どういうところにこだわっているのかというと、履き心地と歩き心地をより良くするために接地点と歩行のローリングに重点を置いています。接地点というのは靴が地面と接するポイントのことなんですけども、靴はかかとのヒールとあとこの前足部のポイントの2点で設置しています。この接地点というのがとても重要で、キッシュでは接地点をボールジョイントよりもやや後ろに設定して作っています。通常足というのはかかとの骨と
ボールジョイント、母子球と小子球に荷重が多くかかるんですけども、接地点をボールジョイントもやや後ろの方に持ってくることで、荷重がかかった時に支点が後ろにあるので自然と前に転がるような形状にしています。いろいろ革も選べます。例えばイルチアのボックスカーフとかイノシシ革コードバン、あと新規格の新コードバンとか、いろんな革を用意してそれぞれ選べるようにします。それとオプションもいくつかありまして、例えばヴィンテージスチールとかソールの仕上げで半カラス仕上げだとか、そういった細かい仕様も選べるようになってますので、またその辺詳しい仕様は後ほどお伝えしたいと思います。この機種の MTO モデルはモデル名があります。モデル名のテーマは木々の名前です。この工房は森の中にありますし、僕の好きなアンティーク家具たちもいろんな木材の種類を使ったりしますので、この木材に対するイメージとか、あとはその名前から来る印象みたいなのをそれぞれこの靴たちにモデル名をつけてます。このエプロンダービーのモデルはこれチェスナットです。栗ですね。カジュアルな秋に似合うというか、僕の中のイメージですね。チェスナットという名前にしてます。このフルブローグ、これマホガニーです。マホガニーっていうと世界三大名木っていうのがウォルナット、マホガニー、チークっていうのがありまして、高級名木ですね。でこのフルブローグのちょっとこの派手な華美な感じがマホガニーにぴったりだなと思ったので、こちらマホガニー。外羽パンチのキャップと今この黒のイノシシで作っているモデルはソートゥースです。ソートゥースっていうのは何の木かっていうとクヌギですね。日本でも馴染み深いですけど、樹液にカブトムシとか集まるクヌギの木、ノコギリのような葉っぱをしてるからソートゥースっていうんですけど、この靴もねそういったちょっと衣装が入ってます。ちょっと今カバーしてるんであんまり分かんないんですけど、またこれサンプル完成したらご紹介します。こちらプレーンとホールカットダービーのモデルはこれアルダーっていう名前ですね。アルダーっていうと結構楽器に使われるベースとかの材料になったりするんですけど、木目がそんなに激しくなく落ち着いた模様をしてます。なのでこのシンプルな革の質感を生かすという意味でアルダーです。こちら3アイレットプレーントーンモデル、これスノーベルと言います。ちょっと名前からして可愛いですよね。スノーベルというとこの森のその辺に生えてるんですけど、エゴノキという木で、実と花がすごい可愛らしいのがなるんですよ。その雰囲気、そのちょっと可愛い雰囲気、丸い雰囲気に合わせてスノーベルという名前を付けました。今ここにないモデルもそれぞれ木の名前を付けてて、今後モデル名を増やしていく時もそれぞれイメージに合った木の名前を付けていこうと思います。でこの靴たちはこの後、すくい縫いをして中物終わったらその出し縫いに出してしまってちょっとこの工房からなくなっちゃうので先にご紹介したんですけど、サンプル全部揃ったらねまた展示会の前にお知らせしますので、その辺またお楽しみにしていただけたらと思います。それでは今日はこんなところで MTO の紹介でした。